私はずっと空手をやっていて、で空手の指導もしてます。で、ある空手の団体が、ね、スポーツの団体とかいろんな団体お寺で研修をやることもあるんですけど、空手つながりであるですね、チャンピオンがいっぱい輩出されている少年のね空手のチームっていうものの研修を請け負ったことがあるんです。でそこで、私はやはりそのお坊さんとしてお寺で心のトレーニングをしてほしいということでその子たちを受け入れたので心のトレーニングをしたんです。どうやってトレーニングしたかって走らせたんですよ。ダッシュさせたんです。君ら普段何本ぐらいダッシュできるっていう話をしたら、ダッシュだったら10本ぐらいだったら余裕でいけますねって、やっぱりチャンピオンになる子たちなのですごいトレーニングしてるんですよね。だけどやっぱり精神力をつけたいわけです。ですから、10本普段余裕で走れるんだったら30本走りましょうと。20本ぐらいから多分余裕で走れなくなるどころか、多分結構精神的な本人の弱さっていうのが出てくるはずだから、よしですね30本やりましょうということで30本坂道ダッシュさせたんです。でそこで見えてくることは何か、面白いですよ。同じチームの中で走っていくわけです。で1本2本3本4本ってみんなそれぞれ声を出し合って、自分たちを鼓舞しながら元気づけながら走ろうとするわけですよ。で1本2本3本4本って数えていくうちにだんだん最初は元気だった子どもたちの声っていうのがだんだんテンション下がってるわけですよ。まだまだまだっていう状態です。で、結構そういう状態で30本ぐらいまで来たんです。でよっしゃラスト2本ってなった時にラスト2本ものすごい元気に走るんですよ。ということは彼らまだ体力温存してたなっていうことが見えるので、はいじゃあ10本追加って言ったんですよ。10本追加って言ったんです。10本で終わりだから走れって言ったんですね。これで本当に終わりだから走れと。お前らまだ体力余力を残して走ってただろ。だから10本走れって残りねって言ったら、そこでまず2つに分かれます。っていう子たちともう死ぬって言ってる子たちとしゃあねえなって瞬間的に切り替えて、もちろんいいはずないですよね。30本と思って頑張って走ってきた。で30本目に火事場のバカ力を出してなんとか走った。そしたらまた10本追加になったらいいはずはないんです。このシチュエーションの時に捉え方が全く分かれるわけです。バーンと。でその時にってマジかよもう嫌だっていう感じの表情をすること、一瞬でもしゃあねえなっていう顔にパッと切り替えることで、この切り替わる子がすごいんです。その後の10本面白いですよ。みんなに何て言ったかった。やっぱりね圧倒的な強さを誇っている子が何て言ったかった。お前らって増えていくわけじゃねえんだからって頑張ろうぜって言うんです。あと10本1本2本3本4本って数えないんです。10、9、8、7数えるってことを提案して、減っていくんだから頑張ろうよって言うんです。増えていくんじゃないんだからっていう発想をするんです。でももし私が意地悪心を起こして彼らが10、9、8残りの10本を0までいった時にあと10本って言うかもしれませんよ。分かりません。でも彼らはそういう発想を持ってるってことなんです。まだ13歳14歳の子供たちです。子供の頃からやはり結果が出る人というのは、結果が出る人というのは発想が違うってことです。同じ30本走らされるのをどういう気持ちで走っているのか、同じ疲れ方です、同じ距離です、同じ本数です。でもやっぱり勝っていく子、結果を出していく子というのはその30本を自分のプラスとして考えている、自分に降りかかった災難としてダッシュをやってないっていうことなんです。仕事っていうのはプロですね。結果を出さなければいけない。どんなに頑張っても一つの成果をもたらさなければ社会では評価されないんです。そういう厳しい中で勝負をしているというのが実際戦うサラリーマンなわけですよね。ここを逃げるわけにいかないのであれば、さて仕事を変わるわけにいかない、さてその仕事をこなさなければいけないのであれば、どういう心持ちでやるかということにかかってきます。先ほどの少年たち後日談があります。後で感想文を書いてきました。しばらく経ってから。その後彼ら試合があったんですね。試合があった。この試合でやはり勝ったらしいです、彼らは。でその感想文の中にあの時に
高瀬先生から教えてもらったこと、社交辞令かもしれませんけど、高瀬先生から教えていただいたことっていうのが試合の延長戦になっていきましたと。あの延長戦の時に、今までね30本だと思ってたところを騙されて残りの10本を走った時、でもあの残りの10本っていうものが延長戦になった時にそれを思い出しましたと。そして最後の最後、延長戦になった時にどういう心持ちでいるかということが勝負の明暗を分けました。本当にありがとうございました。この貴重な教えっていうのを今後自分たちの人生に生かしていくことができれば、本当に、自分たちはこれ今後も勝ち続けていくことができると思います。ありがとうございましたっていうとても立派な文章で、お手紙をいただいたんです。で、これで本当に私も教えられたんですけれども、想定外のことが一番疲れた時に起きるんです。この時にどう振る舞うかというのがまさに生き様なんですね。ですから、この方にお伝えしたいことは何かって言ったら、そこで生き様が問われる。でここでね、そんなこと言って過労死したらどうするっていうことを言う人がいます。実は私もね、ずっとここの椅子に座って、お布施をもらってのうのうと生活をしていてこのアドバイスをしているわけではありません。修行もやってきました、ね、一般の方々が値を上げるというような大変な思いっていうのも自分から飛び込んでやってきました。夜寝れないでやってきました。いろんな経験をしてきました。その中ではっきり言えることがあります。本人が持っているもともとの体力っていうのは当然ある。だから絶対無理はしない方がいいと思います。本当にダメだと思ったら SOS を求めて仕事を断るっていうこともあっていいと思います。でもやっぱり同じ仕事をしていて持つ人と持たない人の差っていうのがあるんです。それは何かって、仕事の分量とか時間じゃないんですよ。それをどういう気持ちでやってるかによって過労死をするかしないかっていうのが分かれるんです。それはもう筋肉にかかる負荷から心にかかる負荷っていうのが全然違ってくるんです。だから時間数で決められないんですよ、ね、もちろん過剰に働かせるっていうのはいいことではありませんし、会社の問題もあるかもしれませんし、ブラックと言われるようなところもあるのかもしれません。でもそれをね、自分は多少ブラックでもここで踏ん張ってやっていきたいのか、それともブラック一切ブーの音が聞こえたら絶対働きたくないと思うのか、これはその人の人生において大きな違いをもたらします。むちゃくちゃな仕事形態の中でむちゃくちゃな仕事をしろというのは、私はそれは強制はしませんけれども、ある程度自分で納得ができるという仕事をその環境の中で自分が何とか頑張っていきたいと思うのであれば、自分の新しい仕事が来た時にうわまたかと思うか、よっしゃやってやると思うかっていうこの違いによって肉体にも精神にも与える影響が全く変わってくるということは覚えておいてください。その上で仕事に対してそれだけの取り組みができるようになると、きっと遊びに行った時にもスカンと遊べると思います。スカンと酒飲めると思います。そのけじめがつくんです。仕事に対して 100% 持てるものを全力でガシッと正面向いて受け止めたら、今度次のことをやろうと思ったらまた向き直って受け止めないといけないですよね。物事を片手で受け取ってると、遊びもこっちもっていうと、この自分の姿勢を切り替えることができないんです。だから多くのそれを切り替えることができない人は仕事に対して正面おへそと顔を向けて両手で受け取ってないはずなんです。だからこのまま遊びを受け取ろうとするっていう中途半端な状態ができるので、仕事に引きずられるんです。だから仕事に引きずられたくなかったら仕事はがっちり向いてください。で両手で受け止めることで、おお来たって、今度遊びになった時にこの姿勢でいる人は絶対的に1ミリでも向かないといけないですよね。徹底的にしっかり 100% 向いた人はがっちり向きます。だからまた仕事の時にがっちり向きます。遊びがっちり、そして仕事がっちり。あまりいい例ではないですけど、発散するためにキャバクラ行ったらまたがっちりなんです。でそれを推奨しているわけではありませんが、そうやって全てのことに対して自分の正面から取り組んでいった時に、その人の仕事の境界線というのが自動的にできてくるんです。でこれをやらないで中途半端にこっち向きながらこっちを受け取ろうっていういい加減なことをやっていると、全てが
いい加減で全てに境界線がなくなって全てのけじめがなくなってダラ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 仕事のストレスが続いてしまうというのが現実なんですね。ぜひ、がっちり自分の体を正面向けて両手で仕事を受け取ってみてください。あなたがそれから逃げるつもりがないんであれば必ず、同じ時間同じ分量仕事をやっていても全く感覚が変わってくるはずです。いい仕事をなさってください。きっとあなたにその力があると思います。